はい。では、新作をご紹介していきたいと思います。ごめんなさい。入れちゃった。今回は、ですね、ボナペティジャーナルということで、食に関するですね、楽しいお食事の時間をイメージにね、作ってみました。で、この本体は、アンティークのね、キルトを全面に使っています。ポケットもね、全部キルトで作っています。で、ここがね、ヴィンテージの、ドイリーですね、を、使いまして、いかにもね、お食事の、イメージにぴったりな感じのセットで、デザインしてみました。で、このね、イメージの元となったこの女の子なんですけど、これアンティークのね、ポストカードなんですが、なんかね、これちょっと手首なんか銀色で手彩色がしてあるみたいですね。ブレスレットみたいな可愛いですね。で、この子のね、カード、後ろは未使用ですね。ちょっとなんか走り書きがありますけど、アンティークのね、レースをちょっと飾ってまして、で、このね、ベリーバンドにしてある、ここの大きくね、いろいろ挟めるように作ったので、で、ここにはね、古いアンティークのね、お手紙を、紙質もね、とてもね、いい感じで味のあるかっこいいお手紙ですね。これをここに似合うなということで挟んでいます。ここに挟むものによってすごくまたね、かっこよくもなると思うので、いろいろイメージを変えたりもして楽しんでもらえると思いますね。他のポストカードとかお気に入りのもの入れても可愛いと思いますね。で、これをね、こんな感じで飾ってますけど、ここにね、もう一つすごく素敵なね、アンティークのスプーンなんですね。アルミでね、赤ちゃんとか、小さい子供が使うような、アンティークのスプーンなんですけど、これをね、リボンでね、ここに結びつけてるんで、これを取ってね、違うポケットとか違うところに挟んだり、結びつけても可愛いと思いますね。これはね、このリボンのところに結んでますね。で、このリボンの長いのは、これちょっとね、もうちょっと短かったのがお好みでしたら、これね、チョキチキってもらってもいいと思います。ではですね、中を見ていきます。こちらが、中ですね。ね、ボナペティっていう、ラベルをですね、ここにね、入れていまして、で、これなので、なんかね、違うフレーズとかお気に入りのフレーズとか入れても可愛いと思います。で、これはね、ヴィンテージのね、メニューですね。1953年の、ディナーメニューかな。メニューが、ここに飾っておりますね。で、これはアンティークのポストカード、お魚のいっぱい取れたみたいなアンティークのポストカードと、あと後ろはね、フェメラルイコの、イタリアの、なんですかね、料理本のレシピの、切り抜きとか、あとはクッキーのね、部分の、料理分の切り抜きとか、ちょっとね、色味とかもね、可愛いと思って、ここに飾っています。で、これね、すごくね、金のね、エンボスがすごく綺麗なんですよね。これね、綺麗ですね。なんで、こういう風に見える感じでね、飾ってもらえるといい感じですね。で、ここはね、なんか、レストランの支配人みたいなね、シルエットがあったんで、このアンティークのね、カードを1ページ目に持ってきました。で、これね、コラージュしてたり、あとはね、この猫ちゃんとね、お食事している女の子のベリーバンドを作ってみまして、チケット挟んだりしてまして、これね、コラージュしたり、ステッチをね、入れたりしていますね。でこれまた手作りのね、ファブリックタグを作ってみましたけど、これはね、外でみんなでね、食事風景みたいなね、可愛いシーンだったんで、これを今回ね、ファブリックタグとして、作ってみました。で、ここにね、こういう感じで、ちょっと飾っております。で、ここがね、レシピの本で、で、ここにね、可愛い女の子がこう、スープをあげてる、小さなカードをね、作ってみました。ゲームカードとか、これね、オレンジジャムかなとか、こういうなんか、ラベルとかをね、
ちょっと飾ってる小さいタグジャーナリングカードですね。でこれをスープですねのページに飾っていますね。こっちがサラダとかなんですけど、この辺はこれね、女の子がねこの、ワンコさんとお食事中なんですけど、後ろはエフェメラルを入れていて、これはヴィンテージのねお写真で、なんかねゴッドファーザー的なね大人たちがねお食事中なんですけど、このお食事中の横でこのちっちゃい子はね犬と食べてるっていうイメージでね選んでみました。でこっち側が鳥が出てきて、こっちはねもう鳥が出てくるねこの女の子のヴィンテージ写真をねコラージュしてみたんですけど、この子はね手にねパンらしきものを持ってるんですね。でこのパンを自分で食べるのじゃなくて、この鳥にねあげようとしてるんじゃないかなっていうね推測ですけど、ここにねコラージュしてみました。でここはねポケットになってて、もろもろね小さいものとか、あと食に関するものとかキッチンっぽいものとかね紙物類をね入れたりしております。お楽しみにというねポケットですね。でここは手作りでねこれジャラジャラで単語カードですねまた作ってみたんですけど、このねパンプキンはねここにねアンティークのポストカードでねパンプキンを持ったね男の子と女の子がいるこのカードをね選んだんで、これをねイメージして、この子たちがこのねかぼちゃを使って、かぼちゃと豆とクラッカーを使ってスープを作るみたいなイメージでねカードを作ってみました。裏になんかねメッセージとかちっちゃくなんか書ける感じにしています。でこの辺の後ろのねこの忍ばせてるのは古いねベカシーネちゃんのね紙物ですけど、ここにねスープを食べてるシーンがあったんでこれを選んでみました。でこれねここに後ろに忍ばせて飾っております。で後ろがねこれちょっと透けて見えてますけど、これがアンティークのねクロモカードでこれは何ですかね、夜間ですかね、夜間活動的なものをね運んでる子供たちですね。でこういうねカトラリーページとか帳簿ページとか、これね手作りのね大きいジャーナリングタグを作ってみました。あとはこの見開きはねこの女の子とお人形さんたちの食事風景で、あとはねここはスイーツシリーズのねポケットにしてみましたけど、これはねシュガー、ピーナッツ、クッキーのね感じでまたジャラジャラで飾ってます。これねアンティークの生地ですね、かわいい。でここがラズベリータルトの11時にラズベリータルトを食べるみたいなねヴィンテージのゲームカードですねをカードにしてタグにしてみまして、あとはメナ類とか、あと切り抜きですね、グレープゼリーとかの切り抜きの可愛いので入れて飾ってます。開いたり、あとはこんな感じでコラージュしたり、あとまたこれ手作りのねカードね、このオーブンキッチンでね、料理してるお姉さんお母さん的なカードで、後ろはこのねヴィンテージのなんですかね、お皿とかいろいろプレゼントを選んでねみたいなカードですね。にここが単語カードはオーブンっていう単語カードをここにね挟んでじゃないつけて今飾っています。あとは上ポケットにはこの小切手とかねフェメル類ショッピングリストとか領収書とかね入れています。でこれグラスのページとか、あとはこうねちっちゃいポケットの中にはこういうねミニミニなね何ですかペーパードールとか、あとこういうねラベルとか、あとこのヴィンテージのゲームカードね、ハニートーストを食べるクマさんとベーカーベニー、ケーキの上にねなんかネズミが乗ってますけどって
っていうゲームカードをね選んでね、可愛らしいページにしてみました。で後ろはヴィンテージのお手紙ですね。これは1955年かなのお手紙がそのまま入れていますね。これもこんな感じでベリーバンドのねこのところにこうやって飾っております。でこちら側にはね手作りのカードで、女の子たちのね外でのランチのカードを作ってみました。で、ここはアンティークのねフレンチリネンですね。でここにはスプーンのチャームをつけたり、このタグをチャームをつけたり、チャームじゃないですね、このデッドストックのラベルですかねをつけたりして、この後ろにねなんかかけるような感じとか、これなんかねピンでつけたりしても可愛いと思います。でこんな感じではい、これはですね手作りの、カード、メモパッド的なものを作りました。これねアンティークのクロマスですね。で洋梨をね持った男の子なんですけど、この単語カードをねバイトかじるっていうね単語カードをつけて、これちょっとねかじられてるんでね、こういうカードというかを作ってみました。でこのね飾っております。このレシピのページに飾って、でこれね手作りのカードなんですけど、これねお食事風景のねちょっとねヴィンテージのボタンとかを飾って、後ろはねジャーナリングできるようなスペースにしていまして、でここにね飾ってるんですけど、これねこう広がるページなんですね、長く。でこっち側も広がるんですね。でこっち側さらにこう広がるんですね、こんな感じで。でねかなりジャーナリングスペースをここで持ちました。でこれねシュガーサックに、また花瓶みたいな感じでね、おシーバーを挟んでいますね。で、後ろはポケットになってまして、これが、グラスの中にね食べれるお花かわかんないんですけど、お花を飾ったテーブルセットみたいなアンティークのポストカード、1922年のねポストカードだったんで素敵なので、ここにね飾っております。でこれはね日めくりですね。1935年の2月の日めくりカレンダーをここに入れていまして、でこれ最後のねページとポケットですね。ここはもろもろねこのレースドイリーを飾っていまして、このね予備にねピンをね飾っているので、これね写真を挟んだりレシピを挟んだりとかねしても可愛いと思いますね。直接ピンを刺してもねアンティークキルトなんでねいいと思います。でこれはクラスターですね。いつもやりますけど、こういうなんかいろんなアンティークとかヴィンテージの紙物類をね挟んでまして、でこれは今回ねこのクロージャーにしたのはヴィンテージのコースターですね。コースターでお城の絵なんですけど、後ろもねかっこいい紋章みたいな、絵が描いてあるですね。これをこの中に入れています。で後ろは先ほど前のページにも挟んでいたお手紙の続きでサインが入ったブランクのねお手紙なんですけどもね、パリパリしていてとても素敵な1895年って書いてますけど、とサインですねが入ったこれをこう飾っています。なんかね違うものを飾ってりしても素敵だと思います。という感じでね、またとてもねふわふわでねキュートな仕上がりとなっていますね。アンティークであり、とても素敵な雰囲気になりました。で、こちらね同梱予定のねものがこの辺なんですけど、ビューバーですね。ジャムの男の子が描いたビューバーとか、あとはいろいろ紙物類ね、入らなかったものとかを入れたりしてるのとか、あとはこの辺のね味わいのある紙アンティークとかヴィンテージの紙物類などなどを、また同梱したいと思っておりますという感じですね。こんな感じですね。
以上となります。